こんばんは、きかです。今日はスターシードについてちょっとお話ししたいなと思っています。スターシード、スターシードっていっぱい私の周りいるんだけど、そんなにいないみたいなんですよね、普通は。で、スターシードってやっぱアシュタールと関係があるって読んで、調べててね、アシュタールに関係あるんですよね。そう、アシュタールに種を埋め込まれていて、それが弾けた時が、覚醒する時みたいな、ガラッとね人生が変わるって言われてると思うんですけど、やっぱりねそれ確かにあるなみたいな感じは結構強いかな。だから、スターシードの特徴としては途中から目覚めるっていう人が多いんじゃないかな、なんとなく。だからもともと霊感があったとか、あんまりこういうことを仕事にしてるっていうよりも途中からやっぱり目覚めて一気に覚醒するような人が多いような気がしています。でも小さい頃の特徴とかね聞いてるとやっぱすごいスターシードってはっきりしてて、私も本当に自分がスターシードだったんだなって思ったのは食べ物。食べる理由が分かんないみたいな人が結構いるみたいなんですね。宇宙って確かに食べるってよく分かんないからね。そうでね、言われてみれば私小さい時にすごい食がめちゃ細かったんですよね。食べる意味が確かに分かんなくて、お菓子が大好きで、もうねそういう刺激的な味みたいなはっきりした味のものしか食べる意味が分かんなかったんですよね、そういえば。途中から中学ぐらいから部活とか始めて、高校だったかな、高校からすっごい食べるようになったんですね。それからもう食べるの大好き人間みたいになったんですけど、それまではもう信じられないぐらいの食の細さでガリガリ君みたいな言われてたぐらいなんですよね。そう言われてみればって感じなんですけど、これもスターシードの特徴みたいなんですね。結構よくわかんない。その宇宙に確かに食べるとかないからね、どうやってエネルギーを補給してんだって感じですけど、そのあたりねやっぱそうスターシードって感じだよね。食べるっていうこととか、あとはやっぱり途中から覚醒するっていうのが多いんじゃないかなと思うんですね。でそのアシュタールの種を、が弾ける時っていうんですかね、それがね弾けて覚醒してすごい良くなるとかじゃなくて、大変な時に弾けるって感じ。無理やり軌道修正するために弾けるような、そういう感じが強いんじゃないかなと思ったんですね。だから私で言うと旦那さんと別居し始めた頃っていうのはガラッとやっぱ人生変わったんですね。今まで結構順調だったんですよね。ずっと順調に来てて、旦那さんと別居した頃っていうのがちょうど2012年あたりで、いろいろ地球が変わるって言われた時だよね。その時からがやっぱすっごい大変だったんですよ。そこから旦那さんがインド行っちゃって別居して子供養って、もう本当に苦しくて廃人みたいになってたんですけど、でそこからスピリチュアルに目覚めてというかね、潜在意識に出会ってっていう風な流れがで今に至るから、大変な時に結構覚醒、種が弾けたっていう感じになるのかなって。軌道修正、今までの人生から軌道修正するために種が弾けるっていう感じなのかなって、私の感覚的にね。で今日講座やってた方も話してて同じような感じだったんですよね。やっぱりそういうちょうど2012年ぐらいでそういうことがあって、その時に大変だったっていう話してたんですね。結構大変なことを大変な今体験されてる方もちょうど軌道修正として自分の本来のね魂の道みたいな方にグッとね向いてる今時っていう可能性が高いので、後からね今大変かもしれないけど後から見た時にこのためだったんだっていう日が必ず来ますから、
そういうなんていうの、よくできてるというかね。私もだから2012年からだと6年間ですね、いろんなことがありましたけれども、本当によくできてるというか、あの経験がなければ、あの大変な思いをしなければ、やっぱりスピリチュアルとか出会ってないんですよね。こういう目に見えないことを信じてなかったからね、ないみたいな。興味はあったけど自分には能力ないと思ってたし、大変な思いをしたから信じられるようになったし、そういう、感覚っていうものも素直にすんなりと信じられるようになったのかなっていう感じがします。あとね、スターシードの、特徴っていうのかな、ライトワーカーとスターシードって何が違うのかとかね、よく聞かれるんですけど、私なりのちょっと考え方というかね、やっぱりすごい多いから、スターシードが周りに。何が違うかって感じなんですけど、とにかくやっぱりね、直感が鋭いんですね。直感が鋭いのと、あとね、すっごいやっぱピュアっていうかクリアなんですよね。だからなんとなく私はそのちょっとスピリチュアルな感じの人とか、ライトワーカーの人たちっていうのかな、スピリチュアルライトワーカーっぽい感じの人たちっていうのは、早いうちにね、スピリチュアル能力とかが出てたりするから、それで結構エゴがね入ってる人が多いかなって思うんですね。そうやっぱりこう、その人がいないととかね、先生みたいな感じでその人に対してこうね、行ってくるお客さんとかもいますから、それに対してちょっと自分がこう図に乗るじゃないけどね、いい気分になって自分は特別なんだみたいな感じでちょっと思ってる感じの人が多い気がするっていうのかな。だからなんかちょっとこう能力も、結構高い人でも人間性がどうなのかなっていうところがちょっと、感じるかな。スターシードの場合はもうなんかズバーッとねクリアなんですよ、そのあたりが。なんかエゴとかっていうのもよくわかんないみたいなところで葛藤してたりしますから、すごいクリア、直感に対してもクリアだし、自分の気持ちに正直クリア、とってもクリアなんですね。だから人の気持ちも読んじゃうしね。そうだからなんかこうスピリチュアル能力というかね、目に見えない能力とかエネルギーを扱うエネルギーの大きさがなんかすごい、ちょっとライトワーカーって言われてる人よりもバーッとね大きいような感じがするんですね。威力があるというんでしょうかね。別にみんなこうみんなスピリチュアルライトワーカーの人とかがね、みんなエゴがあるとか、全然そういうことではなくて、スターシードがあまりにクリアすぎてね、なんかこうなんていうのかな、私もいろんなスターシードの人と関わっていて、自分がとても心が洗われるような、クリアになっていく気持ちがあるんですね。エゴっぽいところがね、やっぱり潜在意識やってる時とかやっぱりちょっとそういうところが強かった気がするんですよ。やっぱりこう自分がだんだんお客さん取れるようになってきたりした時に少しそういう気持ちが出てきたような気がしたんだけど、本当にちょっとスターシードの人たちっていうのはピュアでクリアだから、そっか、なんかもっとやっぱり自分自身のね正直にとか感覚に対して直感をねもっと信じようとかね、なんかそういう感じで私もとっても学ぶんですよね。だからやっぱりこのスターシードがいるだけで覚醒するっていうのはそういうことなんだと思うんですね。本当に気持ちにまっすぐピュア、正直すぎていろいろ大変な思いしてきてるみたいな、感じがしますね。そんな感じです。だから、自分がスターシードかなとかね、ライトワーカーかなっていろいろ思う方がいると思うんですけど、スターシードの特徴としてはやっぱり直感が鋭い、そして、途中から目覚めているような方が多い感じですね。またね、なんかいろいろ分かったらこういう動画でシェアしたいなと思っていますので、楽しみにしていてください。ではまた。